こんにちは。大工の翔也です。床断熱とね、今下張りまでできたんで、今度は壁断熱と気密工事、もう全体を包むようにやっていきます。最近の建物はね、断熱と気密、これもう家の心臓みたいなもんですね。絶対に必要な工事です。家って何十年も住むんですからね。これによって快適に過ごせて省エネ、お金がかからない。昔はこんなことね考えませんでしたし、なかなかね贅沢やなんてね言いましたけど、この頃新築を建てる場合はね、必ずって言っていいほど必要な工事ですね。こんなでか？これぐらいグッ一番長いのでグッと入るんちゃうんか。どうや？まずは壁の断熱材を入れていきます。柱と真柱の間にね、柱と同じ寸法の厚み、100号でしたら100号の厚みの断熱材、グラスウールを入れていきます。グラスウールはむき出しなんですけど、普通のこのビニールで巻いてあるグラスウールよりも密度が高いです。きちっと詰まってるってことですよね。その断熱材を家一軒きちっと入れてきます。見た目ね、グラスウールむき出しのまんまをなぶってね、大変やろとよく言われるんですけどね、しくしくは少しするんですけども、それさえ我慢すればね、断熱材自体は割としっかりしてますから、入れた時にきちっと収まってくれますね。断熱工事と気密工事、よく一緒の意味やと思われがちなんですけども、これも全然別個の話なんですよね。断熱工事は建物に断熱材をきちっと入れる、これが断熱工事ですよね。気密工事になると空気の出入りをシャットアウトするってことですよね。このお宅は気密シートといってね、ビニールでこの内側を巻くようになるんですけども、当然のごとく断熱と気密はセットとして行うのが一番いいんですけども、断熱だけでね終わる家もありますからね。気密工事でね、建物の内側に気密シートを貼る、正直見た目よりも大変なんです。これも慣れんとね、なかなか貼れないんですけども、今回使っているのは 0.2 ミリのシートですね。柱と真柱の位置にタッカーできれいにまっすぐ一列止めます。そして気密シートを貼った上から気密テープを貼ります。シートはね、タッカーで留めます。ですからタッカーの穴隠しですね。タッカーの穴の上はもちろん貼りますし、柱、大火材、この間もきちっとテープを貼ります。いくらシートを丁寧に貼ってもね、やっぱりタッカーの穴が開いてますから、テープできちっと押さえることでね、空気の逃げはなくなりますね。そしてこのお宅の場合はテープの上からもう一回縦に銅縁でステージを打つんですけどね、そこまでしないとやっぱりこの空気って抜けてしまいますね。映像を見てますとね、もう本当にこの450ピッチでね、テープにめちゃくちゃに貼ってるように思います。正直30坪の家でね、テープ60本貼りました。結構いるもんですね。
壁の断熱と気密が終わったんでね、今度は本屋の屋根裏ですね。屋根裏部分の気密と断熱をやっていきます。屋根裏の場合は断熱材を入れて気密じゃないんですね。逆に気密シートをコード用合板の上に貼って、その上に断熱材を引いていくようになります。その前にね、この屋根裏のこの炎症の恐れのある部分のボードですね、石膏ボードを貼っていきます。この部分には断熱材はこう見ての通り貼ってないんですね。天井みたいにコード用合板を貼ってます。その上で気密も断熱も取りますから、屋根裏は軒先から空気、壁の伝っての空気、それがこの屋根裏に集まります。そして低いとこから高いところへ流れるように屋根裏は換気になってます。屋根裏のボード張りもね、高いとこはいいんですけどね、低い方はもう本当にこの大変ですね。当初の計画よりね、10センチ、15センチぐらいこの屋根裏をちょっと狭くしたんですよね。勾配は2寸5分あるんですけども、道路車線に少し引っかかりましてね、少し高さを低くしたのが断熱引くときにね、ちょっとこう狭くなりましたね。1のもやでね、体も入るのがもうやっとですよね。気密シートはね、立ち前に引いてありました。もうですから数箇所穴が開くんですよね。それをもう念入りにこう確認してね、テープ貼って、それからこの断熱材をなぶってきます。もちろんこの断熱材もね、立ち前に屋根裏に上げてあります。今回の屋根裏の断熱は壁と違ってビニールに入ったマット式ですね。100のこのマットを二重に交差するようにね、最初は横に引いて次に縦に引くというように引いていきます。壁に入れたむき出しの断熱材ですとね、ちょっとこれ大変だったでしょうね。マスクマスク。屋根裏半分できたところでね、点検口を作ります。もともと三尺角このコード用合板を開けてありました。これはもう仕事をするのに、この屋根裏に出入りするのに立ち前の時から開けてあります。そこを蓋して気密シートを貼って、そうでないとこの断熱材が引けませんから、そうすると今のうちに本当の点検口を作っておかないと出入りというかもう出れなくなってしまうということなんですね。そして刺した時の点検口もいりますから、その点検口を作って、そして最初の入り口は出していきます。そして胸札と五兵も取り付けておきます。昔はね、立ち前にこの胸札も扇もつけたんですけどね、桜花で吹きますとね、この扇が飛んでいくんですよね。ですから外風入らんようになってからね、こういう風に後から打つようにいつもしてます。屋根裏半分はね、壁の余った断熱を下に引いてます。上から見て同じ100のマットで揃えてあるんですけども、壁の断熱が余ったんでね、壁の断熱の方がと性能はいいですからね、無駄なくきちっと1段目の断熱として詰めてあります。これで屋根裏の断熱工事完全に終わりましたね。最後にサッシ周りのコーキングですね。隙間をきちっとコーキングを打ってやって気密工事も完了です。
これで家一軒断熱、そしてこの気密工事ができました。これでね、まず下ごしらえができたって感じですね。これで初めてね、造作がやってきます。以上、大工のしなでした。